どうも、ババアです。ハク様です。最近の朝の寒さ異常じゃない？もともとこの地域は九州でも寒いところだからね。霜がびっしり。今日もバケツの水はがっちり凍ってます。見てるだけで凍えそう。ババア、霜降りロードを歩く。シャリシャリ音がすごい。ババアの2枚重ねの靴下がちらうつりしてしまいましたね。年を取ると足元が冷えるもんね。タンドリーチキンを漬け込んだら早朝パン粉ね。パン生地もめっちゃ冷たそう。最近のオーバーナイト発酵は常温に置いてます。常温の方が冷蔵庫より冷えてそう。さあ掃除したら買い物に行こう。クールな大人猫たち。ヨシヒコフレーメン反応してて草。温風ヒーターをつけてからの猫たち。Psycho Yang, ほかほかイエリ。 Goku Laku Nai, Below Balu Balu. 我が家の暖房器具はすべて猫たちに向けられています。Chosen イエリ。 Kia Kunan Hayawa, Kolemo Studio no Ikanya. Alagiod Kusa, 可愛いのでツンツンしよう。 Oisoana, Kisho. Yuakuni Makalu Nantimata Mata Nai, おい何や今ションテイシーテンワライガドッツークード。ヒーターの季節の間はこのアングルが多めだと思いますが、どうかご了承くださいませ。Yulushi Tadia. こんないカイロ見ていたカイロ。僕はあんまり寒さを感じないんですよね。ミユルボルギルヤン。ボルキレって何ですか？失礼ですね。金柑の葉っぱがボロボロ。多分鹿に食べられてるんですよね。今年も金柑は実らなさそうだね。帰宅後、タンドリーチキンを圧力調理。圧力は20分かけたね。タンドリーチキンの味付けは上記の通りです。適量と適宜ってどう違うの？適量は必要だけど好みの量を入れてねって感じ。適宜は入れても入れなくてもいいよって感じ。合法パウダーがなかったらコンソメと塩コショウで代用してね。そして今日はちぎりパン。タンドリーチキンにつけて食べたい。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。今日もしっかりした弾力のパンだね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。成形は以前作ったプラナリア成形でロールパンにする。それ言うとまたあいつ出てくるから。ほら出てきた。さすがにお正月の撮影で疲れ気味のババアは今回ちょっと手抜きをする。今回ちょっと？おや、何か問題でも？いや、いつも手抜きだなと思って。今更いらない気もしますが一応手元アップ。雑な成形作業をとくとご覧あれ。ビチャーって伸ばしてザクッと切ってぐるぐる巻きにするよ。擬音のチョイスがキモい。二次発酵は20分ぐらい。二次発酵の間にスープでも作ろう。今日のスープも晩ご飯と兼用だろうな。ハク様エスパー？兼用じゃなかったことってないよね。農家さん直売コーナーの野菜も復活してたからたくさん買ってきたし。少々不揃いなくらいでめちゃめちゃ新鮮だよね。今日は電気圧力鍋とオーブンと炊飯器が作動してるからさすがに電子レンジ調理はやめておこうかな。レンジ使ったら 100% ブレーカー落ちるよね。猫たちのためにエアコンと温風ヒーターとホットカーペットも作動してるし。使いすぎで草。
野菜の皮は大事に取っておこまたいつかのきんぴらになるんだね。う。我が家のスープは肉成分の代わりにウインナーを使用します。確かにウインナーはよく入ってるね。ババアは別に肉成分がなくてもいいんですが、旦那氏がね。動物性タンパク質は必要だからババアも積極的に摂取しなよ。ババア的にはウインナーと卵さえ摂取できれば OK です。安上がりな体だな。それよりも店頭から野菜が消えることの方が一大事なので、できれば自給自足したいんですけどね。ババアと畑の相性最悪だもんね。マジで農家さんたち尊敬する。さあ、安上がりなスープを鍋に入れたら一煮立ちさせましょう。ガラスの鍋は余熱調理ができるから便利だね。二次発酵が終わったパン生地に卵を塗ってテカテカにします。かっこよく塩を振る。腕つりそうになってるじゃん。それでは焼いていこう。200度の上下ヒーターで25分焼きました。ざっくりサラダ作ろう。わざわざざっくりってつけなくても見てわかるから大丈夫だよ。また端っこ食べた。昨日作った餃子のタレが少し余ったからドレッシングに転生させます。餃子のタレってドレッシングになる？なるじゃなくてするんです。圧が強いな。ぬか漬けも食べた。サラダの中にぬか漬けも入れたろ。もう何でもありだな。タレいってらっしゃい。ああ、入れちゃったよ。カッスカスのマヨネーズも絞り入れます。すげえ振り回してる。なんか草。ババアは満足です。本人が満足なら何も言わないよ。スープも最終仕上げ。合法パウダーで味を整えてる。そして肉がホロホロになったタンドリーチキン。めっちゃ美味しそう。お箸で食べやすいようにカットしておく。お肉が柔らかすぎて崩れてきてるじゃん。想像以上にホロホロになったな。さすが圧力鍋だね。強火にして水分を少し飛ばそう。パンも焼けました。一塊になってて皮よ。これなんだかわかります？唐突のクイズ。そうです。去年作った八朔ジャム。答え言うの早くない？八朔シーズンが到来したので去年のジャムも食べ尽くそうかな。去年のジャムがよく残ってたね。食べてしまうのがもったいなくて4瓶ずっと残してたんですよね。貧乏症で草。旦那は柑橘系ジャムが苦手らしいのでホイップクリームのみ。お子ちゃま口だな。いやー、カレーアレルギーつらいよね。ババアカレーアレルギーなの？目と鼻の中がヒリヒリしておまけにおでこあたりに頭痛の症状が。なんでタンドリーチキン作ろうと思ったの？カレーアレルギーだけど無類のカレー好きなんです。人生ハードモードだな。スープも完成。なんだかんだ言ってこういうスープが一番ホッとするんだよね。完成しましたタンドリーチキンとちぎりロールパン。去年の八朔ジャムを添えて。それではいただきましょう。今日もラスってるね。タンドリーチキンには神戸居留地ラスコーラがよく似合う。
餃子のタレドレッシングのサラダ、奇跡的に美味しかった。ミラクルかよ。しょっぱくて油っぽいタレはサラダとの相性もいいんですね。そう言われたらそんな気がしてきたよ。チキンがお箸で崩れる柔らかさ。くそー、美味しそうだな、おい。そして今回のロールパン、上に少し塩を振っていて柑橘系ジャムとの相性も抜群。カレーに浸パン。こんなもん美味しくないわけがないですよね。カレーしみしみで美味しそう。そして1年ものの八朔ジャムとホイップ。たっぷりいくね。八朔ジャムって他の柑橘ジャムに比べて苦味が強いんだけど、1年ものの八朔ジャムは苦味が消えてて甘い。本日も美味しかったです。また見てね。バイバイ。